ボンジョー。こちらはパリの中心部に位置するレアール駅、郊外線の乗り場に来ています。自動改札機、切符はシャトゥ・コアシまでのものを買いました。これを通してバーが開きます。向かう先はシャトゥというところなんですが、郊外線の A 線、しかも西側に行きます。レアール駅、結構人が多いです。郊外線の路線ってちょっと複雑で、こうやってちゃんと路線図を確認して行き先表示を見て乗らないと大変なことになってしまいます。ホームに降りてきました。電光板の駅名表示で次の列車が止まる駅の名前がわかります。シャトゥもちゃんとありますね。列車が入ってきました。2階建ての車両です。レアール駅は乗り降りをする人がとても多い駅です。パリの市内は地下を走り抜けていって、ラ・デファンスに来るとかなりの人が降りていきました。そこからほどなくして列車は地上に出ます。はい、目的の駅に着きました。2階の席から降りてホームへ。カゴを引いている人たち、彼らもきっと私と同じ目的地へ向かうんでしょうね。おや、問題発生かしら。確かに切符を刺しても吸い込まれないですね。ここ出られないわけ？ここもダメ。何のことはない。切符が吸い込まれなくてもバーは開く仕掛けになっていました。まあ、セーヌがこんな風に見えてます。列車で通ってきた鉄橋を今度は歩いて渡ってフォア・ドゥ・シャトゥ、目的のアンティーク市の場所に到着しました。ところが先ほどのは裏口で、実はここが表門だったんですね。フォア・アンティキテ・ブロカント・ドゥ・シャトゥ、シャトゥの骨董市。今回で103回目、50年以上の歴史があるという催しで、もう次の予定3月の日付が入っていますね。フランスにもヨーロッパにもたくさんの骨董市がありますが、これはヨーロッパ最大級のもので、世界中からファンが訪れるというイベントです。この場所はイル・デ・ザンプレッショニスト、印象派の島という名前の通り、かつてルノワールやモネらがここを舞台に名作を描いた場所、セーヌに浮かぶ中州です。ここに市の期間中300から350とも言われるスタンドが勢ぞろいします。いきなり魅力的なスタンド発見。このお皿1枚4ユーロでありますけど、なかなかお値打ちなんじゃないかしら。品揃えはもちろんですけれども、陳列にも魅力があるこちらのスタンドには、私と同じように女性たちが吸い寄せられているっていう感じです。こういう素朴な焼き物、
大好きな人いますよね。そうそう。マルシェお決まりのカゴも健在です。これはフランスの伝統菓子のクグロフの焼き型かしら。ちなみにお値段はというと35ユーロですって。これはエッグスタンドかな。レモンを絞る道具。私は電動のを使ってしまってるんですけど、こういうシンプルな作りの方が実は使いやすかったりするのかしら。このスタンド、並べ方が本当に可愛らしいですよね。全体の雰囲気で一つ一つのものがとっても魅力的に見えるっていう効果がある気がします。シャトゥの骨董市は本当にスケールが大きいので、とても全部回ることはできそうにありません。ということで、主催者の方におすすめのスタンドというのを聞いてみましたので、これからそこを訪ねてみることにいたしましょう。まずはこちらのイザベル・ラカンパーニュさんのスタンドに行きました。南フランスはトゥールーズをベースにしていらっしゃるんですが、この歴史あるシャトゥの骨董市には毎回参加するということで楽しみにされているそうですよ。主にフランスの食器を扱っています。お好きな方もいるんじゃないかしら。クリスタルのバカラのバッキンガムというシリーズで、今はもう製造されていないものだったりがこういった骨董市では手に入ります。イザベルさんは銀器も得意分野で、こちらはピュイフォルカのノアユというシリーズ。純銀の印やマークの印が刻印されていることなど丁寧に説明してくださいます。実はこのフォークはスタンドの一番奥に鎮座ましましていたこの引き出しから取り出してくれたものなんです。これ一式で155ピース25,000ユーロという貴重なシリーズです。私のスターだからスタンドの一番奥の真ん中に置いているのよとイザベルさん。今取り出してくれているのがお魚料理用のナイフとフォーク。左側の2つがメインディッシュ用のナイフとフォークです。この真ん中のところにも純銀を保証する刻印が入っています。といっても持ち手の部分は純銀ですけれども、ナイフの刃の部分は純銀ではありません。19世紀に作られたものだと鋼、そしてこの一式のように20世紀のものになるとステンレスが使われているのだそうです。鋼は濡れたままにしておくと錆びてしまうでしょ。だから時代とともに使いやすいものに改良されたのねとイザベルさんが説明してくれます。これは何だと思うと見せてくれたのが、なんとオリーブをすくうためのスプーンなんですって。確かにこれだと汁が切れた状態で粒をすくうことができますね。この引き出しには
お魚をサーブするものがあったりするんですが、イザベルさんが今手にしたのはソースをかけるための道具。注ぎやすいようにお玉の一部が湾曲して少し張り出しているのわかるでしょうか。こういう工夫がされていたんですね。イザベルさんにお別れを言ってまた続きを歩きましょう。なるほど、骨董市こういうの便利ですね。確かに。次に訪ねるのはアール・ヌーボーのアンティークを専門にしているスタンドです。迎えてくれたのはマダム・ホスロー。ご主人と一緒にナンシーでアンティークのお店を営んでいらっしゃるそうです。ナンシーといえばアール・ヌーボーの聖地の一つです。そこを拠点としながらこのシャトゥの骨董市には15年間出店し続けているそうです。スタンドの入り口でまず目に入ったのがこちらのテーブル。入れ子式になっているジゴーニュというスタイルのものだそうで、トンボの模様などがこれ寄せ木細工の手法で表現されています。エミール・ガレのサインがやはり寄せ木細工の手法で右隅に入っています。お値段は6000ユーロだそうです。このロッキングチェアはマージョレルのデザインで非常に珍しいものだそうですよ。長くこのお仕事をされていても初めて扱うものだそうです。肘掛けの部分がこれ白鳥の頭をかたどってます。座面の布は張り替えてあるようですが、やはりアール・ヌーボースタイルの衣装を踏襲しています。ちなみにお値段は8000ユーロだそうです。ケースの中にはナンシー派のガラスの作品が収めてありました。これはガレの作品。そしてこちらもやはりガレだそうですが、こういう昆虫が描いてあるものっていうのはやはり人気があるようですね。お値段は3600ユーロとついています。こちらもガレなんですが、こんな風にこの蓋も無傷でちゃんと残っているっていうのはやはり貴重だそうです。この器もまたガレなんですが、内側にもこんな風に模様が描かれていて、なかなか面白い形をしていますよね。そういえばこれサインもちょっと日本的で面白いのよとマダムが見せてくれましたが、なるほど、縦書きのサインですね。こちらのスタンド、まさにアール・ヌーボーのお宝がたくさん並んでいて、まるでナンシーの美術館を訪ねたような気分になりました。突然豚さんのお迎え。シャトゥのアンティーク市は皆さんの食欲も旺盛です。会期中に何万人もの人が押し寄せるというこちらのイベントですから、食べ物のスタンドの数も桁外れです。本当にいろいろな料理が楽しめるんですが、こちらの方は黙々と卵を割っています。オムレツを
作るためでしょうかね。この方はチーズを今おろしているところ、このおろしたてのチーズとやはりスライスしたてのハムでサンドイッチ、こういうシンプルなものでも出来たては本当に美味しいですよね。うわー、ここでは大鍋にグツグツ煮込み料理が湯気を立てています。鉄板で焼かれているソーセージと一緒にいただくという思考なんでしょうかね。生牡蠣のスタンドもありました。あら、この方手袋とか何のプロテクションもなく素手で牡蠣を開けています。一日に何個開けるのかしら。みずみずしくってとても美味しそうな牡蠣ですね。私はといえばシンプルにクレープのスタンドを選びました。中にはハムとチーズが入ったそば粉のクレープです。お昼だからあっさりめにと思ったんですが、甘いクレープも追加しちゃいました。これは小麦粉のクレープで、中からレモン汁とお砂糖の甘みとがじゅわっとこぼれます。ほとんど丸一日歩いている骨董市だと、ここ、そうお手洗い必要ですよね。ちゃんと用意されていましたよ。スタンド周りを続けましょう。こちらは宝飾品や時計を専門に扱っているという方のスタンド。まるでどこかの建物の中に入っているような立派な構えです。この辺りも随分と立派なものが並んでいるスタンド。歴史的なアートピースの掘り出し物がありそうです。こちらは絵画専門のスタンド。壁にびっしりと立派に額装された絵が掲げられていて、まるでどこかのギャラリーを訪ねた時のような気分がします。この絵はパリのポンヌフの絵ですね。雪景色でしょうか。20世紀絵画を専門にしているというこちらのスタンドは、フランス中央部に拠点を持っているんですが、店舗は持たずサロンに出品することを続けているそうです。こちらがオーナーのマダム。この絵はちょっと面白いんですよと言って見せてくれたんですが、実はこんな風に裏にも絵がありました。キュビズムを思わせるようなこちらの絵、額装の時に補強する目的でこういう風に使われたんですって。犬も歩けば棒に当たるではないですが、骨董市ってなんだか奥深いいろいろな魅力がありますよね。Bien sûr, c'est visuel. Non, puis en plus, ça va faire. Je viens de le mettre en route et il y a 50 caméras devant. こんなところにもちょっとしたサプライズ。大掛かりな仕掛けのオルゴールって言っていいんでしょうか。ちょっとほのぼのとした気分になります。おやー、こんなところにも思いがけないものが。これ日本の帯の生地じゃないかしら。
でも真っ白ですから、おそらくこれ白むく用ですね。さて、ここまで長いことお付き合いくださいましてありがとうございました。家路に着くことにしましょう。帰りはこのミニトレインに乗って駅まで向かいます。行きは私、シャトゥ・クロワシーという駅で降りましたけれど、その一つ手前のルイユ・マルメゾンという駅とこの会場までを結ぶミニトレインが出ていたんです。しかもこれ無料で利用できます。普通の車と同じように車道を走っていきます。セーヌに架かる橋を渡ると、向こう側に先ほど私が乗ってきた鉄道の線路が見えています。セーヌ川の風景ってその土地土地で雰囲気が随分違うんですよね。そんなことを思っているうちにミニトレインはルイユ・マルメゾンの駅に到着しました。このマダム、運転手さんに一声お礼を言って降りていきました。素敵な笑顔ですね。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。この郊外線に乗ってパリに帰ります。ではまた次回お会いしましょう。